皆さんこんにちは、ナオトです。今回は久しぶりに僕の好きな漫画を紹介したいと思いますが、この漫画はとても読む人を選ぶ作品なので、皆さん全員におすすめできる作品ではないと思います。でも僕の今のトップ5に入るくらい大好きな漫画です。今回紹介する漫画はこちらです。フリージア。フリージアは松本次郎という方が書いていて、ウィキペディアによるとジャンルはバイオレンスアクションです。敵討ちが合法化された日本が舞台で、主人公加納博が敵討ちの執行代理人として働き始めるところから物語が始まります。また他国との戦争中という設定も物語をさらに混沌とさせていると思います。この作品の最大の特徴は、主人公加納博が精神的に問題がある変な人というところだと思います。これは漫画の最初のシーンを読めばすぐわかると思うんですが、最初のシーンでは主人公加納博がカフェで想像の人間と一人で話をしています。その話している内容は筋が通っている時もあれば、全く論理的じゃない時もあります。ですが加納博はめちゃめちゃ強いです。なので敵討ちを執行される人や加納博の周りの人の生き死には彼の精神状態にかかっていると言えます。彼が引き金を引くか引かないかが全くわからないところがこの漫画の面白さの一つだと思います。そしてこの漫画はそれぞれのキャラクターにとてもフォーカスしていると思います。群像劇と言えるかもしれません。例えば山田一郎というキャラクターは敵討ち執行代理人の中で唯一と言っていいほど真面目で正義感のあるキャラなんですが、彼が腐敗した社会やシステムに葛藤しながらも迎合していってしまう様がほぼ全編にわたって描かれています。普通の漫画だったら彼が主人公になっているかもしれません。また溝口というキャラクターは主人公とは別のタイプのサイコパス的なキャラなんですが、彼の精神状態の変遷や妻との関係もほぼ全編にわたって描かれています。主人公加納博との対決はエイリアン vs プレデター的な面白さがあると思います。すいません、エイリアン vs プレデターは見たことがないです。もちろん敵討ちされるキャラクターの人生にもフォーカスしているので、その時は主人公がまるで最強の悪役のように見えると思います。そしてフリージアは何といっても良質な映画を見ているような気持ちにさせてくれる漫画だと思います。小回りやアングル、シーンの切り替えのタイミングや光と影の使い方、そして精神状態を現実の世界に投影させる比喩表現など、とても素晴らしいと思います。映画的快楽を味わえると言えるかもしれません。五感の雪が降っているシーンでは、ページをめくりたくなくなるくらい没入感がありました。このことも完全版が出るほど人気がある理由の一つだと思います。ちなみに、10巻で降っている雪より5巻で降っている雪の方が好きです。フリージアの第1話では特に性描写が多いので、今回は試し読みのリンクを載せないでおきますが、バイオレンスアクションが好きな方、異様な世界観を楽しみたい方、そしてストーリーとは関係なく映画的快楽を漫画で味わいたい方はぜひ読んでみてください。これからもいろいろな漫画を紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。下のリンク先でこの動画のスクリプトと他の単語や文法も説明していますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。